ドラえもんの親物舞踊少年90は声優になれば異常な声のせいで学校で一命を受け悩んだそうで、あ、そうなんだ。でも金なんとかさんっていう、すごい若い声で喋る女の声優の方、なんだっけ。なんかあの人も確か、金田智子さん。声が特殊すぎて、割となんか若い頃大変だったみたいな話を聞きましたけど、若い頃に理解されないものっていうのが、年を取ったらそれは才能だよねということで幅開くっていうのがあったりするので、なので、若い頃周りの人が理解されない、周りの人と違うっていうのは、年を取ると逆にそれはユニークである、他の人が持ってない価値であるっていうことになってしまうので、なので、珍しい能力っていうふうに考えた方がいいんじゃないかなと思いますけど。他の人が持ってないものというのは、要はみんな一緒だよねっていう価値観だと、ここが違うよねっていうのが攻撃対象なんですけど、社会に出ると、むしろ他の人が持ってないものが価値になるので、社会に出るまでの間、みんな一緒っていうのにしなきゃいけないから、自分は他と人と違うというのがすごいマイナスに感じるんですけど、社会に出た途端に、他の人と違うがむしろ価値になるんですよね。同じやつだったらこいつに頼まなくていいよねってなっちゃうので、変わった能力、変わった人、変わった見た目、で何らかしらの別の人と違うものを持ってた方が、割と幸せになるよねっていうのがあって、なので、アメリカとかだと自分の子供、教育でもユニークであることというのを結構教育としてやるんですよね。あなたはユニークだから、独特だから、独自だから、他の人と違うから、だから素晴らしいっていう教育をするので、なので、本当どうしようもない論理でも言い争いをしてたりする人とかいるんですよ。でも、それはそれで自分の価値観は正しいし、私は正しいって信じて、で、結果として変わってんなと思うけど、やっぱおもろいんだよっていうのがあったりするので、人と合わせないというのが、社会人になると、実は得することが多いっていう。学生とかのうちに他と違うことってあんま得することないですけどね。なんか昔のあれが好きだったよねっていうので、ドラえもんの昔の日本テレビのバージョンが好きだったよねっていう人もいると思うんですけど、でも大体の人ってテレビ朝日バージョン見て普通に覚えてたりとか、水田、なんとかさんには、水田わさび、はい。声優さん変わってからのバージョンを見てる人の方が多分もう若い人は多いと思うんですけど、っていう感じなので、文句を言う人はいるっていうのと、あと、ありがちなのが、昔のそれを知ってるという人が、自慢するために、昔のあれの方がすごかったんだよっていう人がいるんですよ。昔のあれを見てる俺っていうマウンティングのために、今のやつね、あれじゃなくて昔のが良かったんだよね、みたいなことを言うやつがいるんですよ。そういうのもいるので、昔のが良かったよねってやつは無視すればいいんじゃないかなと思います。大学生で声優を目指しており、狭き門と昇進の上行動しています。学士でエンジニアになる道を保険に目指すのは戦略的に問題ありますか？全くありません。まず、役者と声優は基本的には食えません。どういう人が売れるのかっていうので、めちゃくちゃ才能のある人が突然ストレートにすぐ売れるパターン。林原めぐみさん、マシン英雄伝渡るの卑弥呼の役で、割と無名な頃から突然売れて、その後ずっと売れてるっていう感じの人だと思うんですけど、で、あの人みたいなタイプの人は、ほぼほぼいないんですよ。灰原さんの役とかやってますよね。コナンで行くと。で、普通の役者さんとか声優さんとかって、1年にじゃあ2、3回あるかもしれないチャンスっていうのを、じゃあ3年だけ活動したら人生で9回しかないんですよ。でも、20年活動すると60回あるわけじゃないですか。なので、長く役者だったり声優の生活をしている人の方がチャンスが多いんですよ。でも、声優って食えないんですよ。役者も食えないんですよ。バイトしたりとかしながら辛い思いをして、で、なんか30手前とかにこの生活はきついよねって言って、みんな活動をやめてっちゃうんですよ。なので逆に言うと、30過ぎるとライバル減るんですよ。なので、30以降でも続けられるための金銭的な余裕っていうのが、親が金持ちとかがあると、割と続けられるので、結果としてチャンスをうまく活かせる可能性があるんですよね。なので、もしエンジニアとしてちゃんと活動できるのであれば、エンジニアとして仕事をしつつ、声優のチャンスがあったら声優の仕事をしていくっていう形で、長期的な人生のチャンスを拾っていくっていう形にした方がいいんじゃないでしょうか。もう食えないのはご存知だと思うんですけど、本当に食えません、声優は。結局、毎週のレギュラーの番組があったとしても、大御所でもないと、1回現場行って2万円もらえないぐらいなんですよね、確か。毎週毎週やってるアニメ番組で、あの子の声ねってみんなが知ってる声でも、月8万円とかなんですよ。で、週に2回声を聞く人って、アニメではほとんど日本いないと思うんですけど、でもその人ですら月の収入が16万円とか20万円以下なんですよ。週に2回以上名前聞く人ってほぼいないじゃないですか。山ちゃんは A ランクなんで別です。声優業界のギャラの決まり方っていうのがランクで決まるんですよ。大御所って言われる A ランクの人とかは一発現場行ったら5万円とかがあるので、別にじゃあそれで5万円とか10万円とかもらえるので、週1回でも生活は可能ですと。でも、新人さんって基本的にはもう一番下のランクから始まっちゃうので、やっぱ1万円からスタートなんですよ。
レギュラー持ってる人でさえね。で、じゃあレギュラーも持ってない単発の人っていうのって、で、たまたまじゃあそのなんか1個単発で出ましたって言っても2万円もらいましたみたいなので、あとどうやって暮らすのって言うとバイトになるんですよ。で、人気声優と言われる人が、じゃあなぜ儲かってるかっていうと、今人気声優の人ってアニメじゃないんですよ、儲かってるのが。人気声優ですって歌を歌ったりとか、人気声優グループっていう形で音楽を出したり、イベントだったり、YouTube とかニコ生とかの番組に出て、タレントとしてのギャラをもらって、それで収入を増やしてるんですよ。なので、声優としての仕事で食ってるわけじゃなくて、声優業で有名になって、で、そのタレントとしてギャラをもらうっていう形になってるので、声優単体で食うってかなり難しいんですよね。じゃあ、タレントとして食うためにどうすればいいかっていうと、有名なゲームでアイドル育成ゲームの声優になれるかどうかっていうところでいくと、事務所の推しで決まったりするわけですよ。事務所の中でこの子をじゃあちょっと若手として、例えばじゃあ僕がアイドルのゲーム作りたいとしましょうと。そこで、青日程プロダクションにちょっとなんか良さげな声優見繕ってくださいよって丸投げして、で、20人ぐらいごそっともらうわけですよ。オーディションとか含めてね。で、そこの中で、じゃあこの子とこの子でやろうみたいな感じで、要は、プロダクションの中でおすすめのところを押してもらったりするので、日本中の声優事務所に対して、オーディションやりますって言って何百人も応募をもらって、いちいち判定してたら切りないじゃないですか。なので、割と事務所に丸投げしちゃったりするんですよね。なので、事務所の中で、じゃあこの子を推しにしようとかっていうのって、もうあんまり実力で決まんないんですよね。で、実際目の前で見たことはないんで聞いた話になるんですけど、芸能界って今枕営業ってほとんど聞かないんですよ。普通の芸能ね、タレントさんとかテレビに出る。で、声優業界だけ未だに枕の話を聞くんですよ。直接見たことはないんですよ。要するに本人の実力ではなくて、そこのキャスティングをする能力のある人に好かれるかどうかっていうのが本当に仕事に直結するんですよ。でもタレントの場合ってある程度タレントさんとしての価値っていうので仕事が決まるので、そこまで枕頑張らなくても売れる人は売れるんですよ。でも声優の場合ってキャスティングの人に好かれない限りほぼほぼ売れることはないんですよ。残念ながら。その人の声のおかげでそのアニメが売れたっていうレベルになる人って本当に少ないし、それ大御所なんで、テレビタレントとかで若手でちょっと面白いねみたいな人ってすぐにポーンと売れちゃったりするじゃないですか。発注が来てテレビに出るようになるみたいな感じなんですけど、この人面白いねっていう風に見られる場所が少ないんですよね、声優って。結局声優ってじゃあどんな仕事っていうと、言われたセリフを読む仕事なんで、オリジナリティとか本人のキャラクターって出すところほとんどないんですよ。だってそれ出しちゃダメじゃん。声優って何かを演じる仕事なんだから。なのでなかなかきついよねっていう話でした。なんで声優の話でこんなの引っ張っちゃったんだろうね。国民的アニメの寿命とは、40周年のドラゴンボールの作者や35周年のちびまる子ちゃんの声優が60代で亡くなりショックが大きいです。生きた人間が作っているアニメや漫画いつか終わりもきますが、サザエさんやドラえもんは声優を交代して付けたり、ワンピースは漫画村海賊団に対抗し、YouTube やアニメ全部載せたり、国民的アニメはどう存続していくのでしょうか。クレヨンしんちゃんもそうだと思うんですけど、割と一話完結型の話だと、結構他の人が作っちゃってもいいよねっていうのがあるんですよね。もともと漫画とかも本当に作者だけが作ってるかっていうと、そうでもなくて、鳥山明さんのドラゴンボールの場合だと、天下一武道会みたいなやつとかって、鳥島さんがこういうのやった方がいいんじゃねって言ったっていうのも、インタビューかなんかで答えたと思うんですけど、っていう感じで、編集者さんのアイデアが結構漫画に組み込まれるっていうのはよくある話で、サザエさんとか、長谷川町子さん亡くなってるんですけど、脚本家の人たちが普通にアニメを作ると。クレヨンしんちゃんも多分もう、映画とかは作者が関与しない形で作ってるんじゃないかなと思うんですけど、漫画とは違って映画になったりすると、作者さん自身がやらなくて、他の人がストーリーを作るっていうのはありがちなんですよね。スラムダンクの場合は、作者さんが自らアニメ映画を作るって結構珍しい例だったんですけど、っていう感じで、キャラクター設定がきちんとしていて世界観があると、その世界観とそのキャラクターを生かして、他の人が脚本なりを作ったとしても、それなりに世界観を壊さないものが作れたりするので、なので、漫画家が亡くなったりとか、原作者が亡くなったりしても話が続くっていうのは結構あると思うんですよね。ドラえもんの好きな話を教えてください。ドラえもん帰っちゃう話かな ?6 巻で確か1回帰っちゃうんですよね。で、あれでドラえもん最終回になってるんですけど、で、その後復活するんですけど、一応6巻でドラえもん終わるんですよ。なので一応ドラえもん最終回ってことで。
ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。